ニュースでよく耳にする中東の不安定な情勢。その中でも特に緊張関係にある2つの国、イスラエルとイラン。両国は直接国境を接しているわけでもないのに、なぜこれほどまでに激しく対立しているのでしょうか。実はその関係は単純なものではなく、歴史、政治、宗教が複雑に絡み合っています。今回のテーマはイスラエルとイランが戦う理由。その深い歴史と背景をできるだけわかりやすく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。さて、イスラエルとイランの対立はまるで永遠に続いているかのように思われがちですが、実は常に敵対していたわけではありません。むしろかつては親密な同盟関係にありました。時は1979年より前、イランがパフレビー朝という王政だった時代に遡ります。当時のイランはアメリカや西側諸国と非常に友好的な関係を築いていました。当時の国王であったパーレビ国王は豊富な石油資源を背景に軍事力を強化し、自らを中東の憲兵と位置づけていました。このパーレビ国王は中東地域でイスラエルを国家として承認した数少ないイスラム国家のリーダーの一人でした。なぜ彼らは仲が良かったのでしょうか。その理由は2つの国に共通の敵がいたからです。一つはエジプトのナセル大統領に代表されるアラブ民族主義。これはアラブ人による連帯を求める思想でイスラエルを敵視していました。イランは民族的にはペルシャ人であり、アラブ民族主義とは一線を画していたため、イスラエルと利害が一致したのです。もう一つは冷戦下の旧ソ連を中心とする共産主義勢力です。アメリカの同盟国だったイスラエルとイランは旧ソ連の南下を防ぐという共通の戦略目標を持っていました。イランは旧ソ連と国境を接しており、イスラエルは中東における西側の防波堤でした。そのため両国は外交関係だけでなく、軍事や情報分野でも緊密に協力していました。例えばイランの秘密警察はイスラエルから訓練を受けていたとも言われています。まるで中東の不安定な海を渡る2隻の友好的な船のような関係だったのです。しかしこの蜜月関係はある一つの出来事を境に劇的に、そして不可逆的に崩壊します。1979年2月、イランで歴史的な大事件が起こります。それがイラン革命です。パーレビ国王が推し進めた急激な近代化政策や西欧化はイラン社会に大きな歪みを生み、国民の不満は頂点に達していました。そしてイスラムの伝統的な価値観を重んじる宗教指導者であるホメイニ師がフランスから帰国すると、革命の炎は一気に燃え上がりました。国王は亡命し、ホメイニ師を最高指導者とする新しい国、イラン・イスラム共和国が誕生します。この新体制はこれまでの新欧米路線から180度転換し、反米・反イスラエルを国是としました。彼らが掲げたスローガンはイスラム教徒の連帯です。ホメイニ師はイスラエルをシオニスト政権と呼び、パレスチナ人の土地を不当に占領しているイスラム教徒の敵だとみなしました。そしてイランはアメリカを大いなるサタン、イスラエルを小さなサタンと呼び、イスラエルをアメリカ帝国主義の中東における出先機関だと非難するようになったのです。この瞬間からかつての友はイスラム革命の最大の敵へと変わってしまいました。この思想の根底にはイスラム教シーア派の教えがあります。イスラムの正義を守るという強い使命感から、
イスラエルという不義を正すことが革命の目的の一つとなったのです。では、イラン革命以降、具体的にどのような対立の構図が生まれたのでしょうか。ここからは対立の主要な3つの理由を深掘りしていきましょう。理由1、パレスチナ問題と代理戦争。イランはイスラエルを国家として承認せず、パレスチナ人の権利を強く主張しています。そしてこの主張を実行に移すためにイスラエルに敵対するさまざまな組織を支援してきました。その代表例がレバノンのシーア派武装組織ヒズボラ、パレスチナのハマスやイスラム聖戦といった武装勢力です。イランはこれらの組織に資金、武器、そして訓練を提供しています。特にヒズボラはイランの支援によってまるで正規軍のような強大な軍事力を持つに至りました。つまりイランは自国の兵士を失うことなく、これらの組織を代理として使い、イスラエルを攻撃させているのです。これによりイランは中東での影響力を拡大し、イスラエルの安全保障を常に脅かし続けています。これはまさに代理戦争という名の壮絶なつばぜり合いなのです。理由2、核開発問題。2つ目の、そして最も危険な対立の火種がイランの核開発です。イランは一貫して核開発は平和利用、つまり原子力発電のためだと主張していますが、イスラエルはこれを全く信用していません。イスラエルはイランが核兵器を開発した場合、それは自国にとって存密に関わる脅威、つまり国が消滅するかもしれないほどの危機だと考えています。なぜならイランの最高指導者が公然とイスラエルの消滅を主張しているからです。そのためイスラエルはイランの核施設へのサイバー攻撃や核開発に関わる科学者の暗殺といった秘密工作を繰り返してきました。イランはこれに対し報復をちらつかせ、国際社会はイランに対する制裁を繰り返し発動しています。核開発をめぐる駆け引きは両国の対立の核心部分であり、中東情勢全体を揺るがす最大の不安定要因と言えるでしょう。理由3、中東の覇権争い。3つ目は中東地域における覇権争いです。イランはイラク、シリア、レバノン、そしてイエメンにまで影響力を拡大し、自国を中心としたシーア派の三日月地帯を形成しようとしています。これはサウジアラビアなどのスンニ派の盟主と中東の主導権を争う構図でもあります。特にシリア内戦ではイランはアサド政権を軍事的に支援し、シリア国内に軍事拠点を築き、イスラエルを直接脅かせる位置にまで進出しました。これに対しイスラエルはシリア国内のイラン関連施設や武器の輸送ルートを標的とした空爆を頻繁に行っています。ニュースでイスラエル軍がシリアを空爆といった報道を耳にすることがありますが、その多くはこの覇権争いが原因なのです。つまり両国は中東のどこででも相手の勢力拡大を阻止しようと激しく衝突しているのです。ここまで歴史的な転換点と現代の対立理由を解説してきました。最後にこの対立に深く関わる宗教的な側面についても少し触れておきましょう。イスラエルはユダヤ教国家、イランはイスラム教シーア派国家であり、宗教の違いも対立の一因と見られることがあります。しかしこの対立は宗教そのものより政治的なイデオロギーに根ざしています。イランはパレスチナ問題や聖地エルサレムの支配権をめぐる問題をてこにイスラム世界全体での指導権を握ろうとしています。特にイスラム教の大多数を占めるスンニ派の国々に対して、我々こそがイスラム教徒の権利を守る
真の守護者であるとアピールしているのです。そのためこの対立は単なる二国間の問題ではなく、中東全体の勢力図をめぐるより大きな代理戦争の側面を持っていると言えます。いかがでしたか。かつては友好的な関係だったイスラエルとイランは、イラン革命という歴史的な出来事を経て敵対関係に転じました。その後の対立は主にパレスチナ問題をめぐる代理戦争、イランの核開発をめぐる安全保障上の脅威、そして中東地域での覇権争いという3つの理由によって深刻化しています。この複雑な対立に簡単な解決策はありません。しかしその背景を知ることでニュースの見方はきっと変わるはずです。日常のトリビアチャンネルではこれからも皆さんのなぜを解き明かしていきます。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。コメント欄であなたの知りたいトリビアを教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。